ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりじじいじゃ。コロニーの落ちたちで、最終回。いよいよ最終回がやってきたわね。全9回と長い旅路であった。我々ホワイトビン5体の最後は、また全滅なのかしら？アスタロスの行方はどうなるのか？そして2話以降出てきていないライバルっぽい荒野の陣雷こと、ビッシュドナヒューとの決着はどうなるのか？一気に決着をつける時が来たわね。そうじゃ決着を見る前にまだこのシリーズを見ていない人は再生リストにまとめてあるぞい。ぜひ最初から見て高評価とチャンネル登録をすることをお勧めするわね。と軽く宣伝も終わったところで、荒野の陣雷ビッシュドナヒューにちなんで、ドナヒュービッシュ、土鍋ビーフ、土鍋ビーフシチュー、おぼろげながら見えてきたんです。土鍋ビーフシチューが、ということで土鍋ビーフシチューで汗をかきながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。さあ行くぞ。ホワイトディンゴの勝負、いよいよ最終決戦だ。後続部隊も続々と集結中だが、 HLV がいつ発射されるかわからん以上こちらにゆとりはない。先行して突入を開始してくれ。地上に露出している HLV のボット部分は重装備で攻撃の効果があまり期待できない。効率よく HLV の発射を阻止するには、その下のブースターユニットを破壊する必要がある。上空からの航空部隊の攻撃では完全停止は難しいかもしれない。諸君らは航空部隊とは別に HLV のメンテナンス用ツールを使い、より確実な地上からの攻撃を行ってくる。しかしブースターユニットの破壊による大規模爆発に巻き込まれた場合、さすがのモビルスーツといえど無事でいられる保証はない。爆発の兆候があった場合、迷わず退避せよ。またこちらの要塞突破を見越した敵最終防衛部隊による迎撃も考えられる。十分注意せよ。レイヤー、レオン、マイク、アニタ、無理ばかり言ってすまないな。もう一つわがままを言わせてくれ。全員必ず生きて戻ってくれ。以上だ。スタンリー大佐泣かせるじゃねえか。生きて帰ってこいですって。小屋全滅ルート言っている場合じゃないな。レイヤー隊長、いよいよですね。隊長、最後の戦いです。全力で行きましょう。みんなあんまり力むと疲れるぜ。リラックスリラックス。隊長、パパーッと片付けて飲みにでも行きましょう。飲みに行きましょうって言うけど、こんな状況下のオーストラリアで飲み屋やってるのか？軍の施設でなんかあるのかしらね。いよいよ最後だな。頑張れよレイヤー。整備をする時間はないからな。リムスナイパー3機を持ってきた。全員乗り換えてくれ。スタンリー大佐が随分ジャブローに無理を言ったようだな。感化されて俺までこんな無茶しちまったの。いいか、生きて戻れ。必ずだぞ。ガンキャノンがいいんですが、ジムスナイパーに強制的に乗り換えさせられるみたいね。形式番号 RGM79SP ジムスナイパーカスタム2。こいつはエースパイロット用に少数製造された特殊機動。狙撃性能の向上をはじめとしてジムタイプとしては限界まで性能が引き上げられている。俺だったら迷わずこいつに乗るね。これだったら迷わず量産型ガンキャノンに乗るね。いやー、これ選択の余地ないのか。仕方ない、こいつに乗るのじゃ。なんか限界までカスタマイズされたやつらしいじゃないの。贅沢言ってないで乗りなさい。2丁マシンガンの味を覚えるとどうしてもな。こいつでいいんだな。え？帰るのか？こいつでレイヤー注意。あんたの搭乗機と装備はこれでいいか？よし、整備はすぐ終わるから。それじゃあ最終決戦行きますか。いよいよね。ドキドキするわ。HLV 上空シットガイア2番3番はまだ近づかない。注意、迎撃します。点火開始。
大丈夫か。1機目は無事上がったか。しかしここから先は簡単にはやらせてくれんようだ。ビッシュ注意。まさか防衛要塞がこんなに早く突破されるなんて。相手が奴らならば仕方なしと言ったと。多くの部下を失い帰る場所もない。ひどいものだな。あいつらは俺がやる。お前は皇族の雑魚どもを頼む。了解しました。次にはぐらいせいぜい派手にやりましょう。連邦軍特殊部隊の隊長。いや、連邦のエースと言った方がいいかな。聞こえてるな。俺はジオンのビッシュ・ドナフィュー中尉。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。出てまいりましたな荒野の陣雷。この荒野の飛来神が相手をしてやるぞい。雷は飛来神に落ちるものね。ところでザクのデンドロビウムみたいなのがおったんじゃが、なんじゃあのザクトロビウムは？ライノサラスっていうみたいよ。またけったいなもん出してきおったな。ザクフェイスである必要性はあるのか？と技術者を小石さんと追い詰めたくなるわい。さてさて、ハングスーとハングスリーの荒野の信頼が多数に参戦したです。わしも顔がクイズに参戦。G さん久々のジムタイプ登場になるわね。チームターベルを久々に使う気がするのじゃ。ところで敵の動きが早いのじゃが。ゲルググだからね、しょうがないね。全く姿を追い切れていないのじゃが。ゲルググだからね、しょうがないね。見失ってしまったのじゃが。ゲルググだからね、しょうがないね。ゲルググだからって何でも許されると思うのよ。ゲルググは正義みたいなところあるから。ほらほらどんどん G さんのジムの装甲が削られているわよ。今回はわしが敵を突きつけて C からハング2とハング3が攻撃するという感じになっているな。突きつけるのはいいけど削られすぎている気もするわね。装甲が300台になってしもうたわい。やっぱり雷は飛来神によってくるわね。ハング2、ハング3頼む早く落としてくれ。なんか荒野の陣雷とは別の反応がマップに現れているわね。あれはもしかしてザクトロビウムか？アンノーンって出ているぞ。仮面ライダーアギトの世界に迷い込んだのか？いくらバンダイでも、このリアル路線にそれはないでしょ。どうやらあれがザクトロビウムらしいな。ザクトロビウムで押し通すつもりね。荒野の陣雷はもうすぐ倒せると見切りをつけたのじゃ。ハング2とハング3をザクトロビウム討伐に向かわせる。ガンバレレオン、マイク。うちの強さがわからん以上、装甲削られまくったわしが近寄るのは怖い。まあ、そうねと言いながら近寄っている。あ、やばい。なんか吸い寄せられている。ニュータイプ同士が疲れ合うように。あれに乗っているのは方法なのか？いや、無理やりニュータイプ要素出さなくてよいから。それにそうじゃないしやられているし。荒野の陣雷のビームライフルにやられた気がする。というわけでリプレイ見てみましょうか。しっかり狙われていたわね。荒野の陣雷放置するから。ザクトロビウムはおとりだったのか。今度はしっかりと荒野の陣雷を叩くことにする。あんなおとりには騙されない。迅速に荒野の陣雷を倒す必要があるわね。さすがにあんなのに後方支援されている状態でビッシュ70と戦うのは、無理がありすぎるってもんじゃからな。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。嬉しそうにジャンプしているわね。誘惑の役じゃ。ハング2とハング3とうまく連携を取りながら攻撃できているわね。さすがに3体のモビルスーツを同時に相手にするのは厳しそうだな。データ照合。該当なし。強力な大型機動兵器です。各機注意して。ザクトロが出てきたようだな。
ザクトロ、ネギトロみたいになってしまったわね。美味しそうだな。オープニングの料理をネギトロにしてもよかったな。あら、荒野の陣雷が背を向けて逃げているけど。なんでザクトロと合流するつもりか？合流されると厄介な感じになりそうね。単独で撃破しておきたいところだが。一旦ファング2にロングレンジでザクトロを攻撃してもらうのじゃ。あららららら、オアシスがやられてしまったわよ。やばい着敵能力が著しく低下してしまったのじゃ。重い着敵を喪失したのは大きいわね。荒野の陣雷はしぶといのじゃ。ああ、目の前でファング2が。でも荒野の陣雷も沈んだわね。ザクトロね。撃たれまくっているわね。一撃で70くらい走行を削られるのじゃ。厄介な長距離砲持っているわね。こういうやつは懐に入ってしまえば楽勝なはずじゃ。懐に入ったわね。荒野の陣雷が何か言っているみたいだが耳を傾けている余裕はないのじゃ。回り込みながら攻撃を当てていく作戦ね。なるほど、敵は小回りがつかないと見てませんぽうね。のつもりなんじゃが、走行が剥がされていくのじゃ。どうしてじゃ。敵とぶつかっているのかしら？わからん、すごい削られていくパンチポンチなんじゃ。これやばいわね。もう50切っているわよ。あ、これあかん。でもこれどこでダメージ食らってるんだ？敵は映っていないわね。わしとファング3だけで状況を打破できる気がしない。ザクトロやばいわね。終わった。画面切り替えたら終わったわね。何がどうなってダメージを食らったのやら。接近しすぎたのか？今度こそザクトロに近づかずに倒す。その前に荒野の陣雷を倒さないとね。オアシスはザクトロに倒されるので逃がしておく。ザクトロは卑怯者だからね。真っ先に弱いオアシスを倒しに行くわ。荒野の陣雷が3機のジムスナイパー2にいたぶられているわ。そう来るかって、そう来ると思ってたんだろうな。よし、倒したか？荒野の陣雷の反応が消えたわね。だいぶ走行が余った状態でザクトロ戦に臨めるな。オアシスのお供にさせておくんだった。いよいよザクトロ先生。ザク
星狙いか。ロックオンされているわね。スライドしながら攻撃せ。てててて。お、味方が旅を取ってくれたぞい。わしはここから安全に狙う。ハンドグレネードで一気に叩くぞい。おお、ロストロ倒したわね。5-3がやってくれたので。さあ、次は、HLV 発射阻止ね。一気発射しちまったからな。とりあえず味方を動かしていこう。ちょっとなんでハンドグレネード投げているのよ。間違った。こちらオアシス。作戦エリアの目標索敵完了。索敵を続行中です。あれが HLV か。どうやって発射阻止するのじゃ。とりあえず近くに寄らないとね。5-2と5-3は上の HLV を、わしは西側の HLV を叩き行くぞい。分業制ね。心強いな。これが HLV じゃな。でかいわね。別々と撃てばいいのか？なんか下の方を破壊しろとか言ってなかった？全く人の話を聞いてなかったのじゃ。ハンドグレネードを投げ込むのじゃ。なくなったわね。こんなでかいの破壊できるのか？あ、でもほら、爆発しているわよ。マシンガンだとダメージを与えられている気が全くしないわね。頼みのハンドグレネードがなくなってしもたからな。お、倒せた。やはり無駄な努力などないのだな。努力は必ず報われるのじゃ。あとはロケットを壊せば。なんだか急に地味なゲームになったわね。どこの HLV が発射されるのだ？なんとかならんのか？なんとかするのが G さんの仕事でしょ。いやいやわしは頑張って破壊しておるぞい。と北側の HLV が危ないのじゃ。5-2と5-3は何をしておるのじゃ。わしがこんなに頑張っておるのに、全く上司の心深知らずじゃな。しかし、これ壊れる気が全くしないのう。ダメージ通っているのか？おい5-2と5-3は何をしくさっておるんじゃ。あんなところにいるわね。多分引っかかってるんじゃないの？わしもガチが開かないので場所移動じゃ。ここからならよく狙えるのじゃ。メインブースター点火開始。3、2、1、点火。G
あらら？発射されたわね。ここの HLV が綺麗さっぱりなくなっているのじゃ。破壊したのか飛び立ったのか。いや、わしは破壊して北側の HLV が残っている。G さんの HLV が飛んでいってしまったわね。なんということじゃ。こうなったらせめて最後の1機は破壊するのじゃ。わしも急いで移動じゃ。なんじゃここは。ちょっと G さん急いで。こうなんかバーニアが長持ちするの。さすが S 機用に調整されているだけはあるわね。この先に最後の HLV があるのね。あったあった。こいつだけは発射を阻止するぞい。頑張れ G さん。であいつらは引っかかってくる見込みがないのじゃ。なんて勝手に爆発してやるぞい。何が起きておるのじゃ。あまり近づくと危ないわよ。よく見えないのじゃ。もう少し前に。起きた。ちょっと近づきすぎじゃないの。何が、ちょっとリプレイを確認してみよう。ここはもう下に落っこちて HLV にめり込んでしまっているわね。HLV が爆発しているのじゃ。飛んでいるわね。めちゃくちゃ吹き飛ばされているのじゃ。こんなに吹っ飛ばされるのね。どこまで飛ばされるのじゃ。恐ろしい爆風ね。モビルスーツがゴミくずのように吹っ飛んでいるのじゃ。レーダーに作戦領域の線が。どうやら作戦領域外まで吹っ飛ばされたみたいじゃな。そういうことじゃったか。作戦領域外まで飛ばされていたのね。恐ろしい。武器をロケランに変更するのじゃ。大 HLV ね。マシンガンだと心もとない。問題は荒野の陣雷と戦う時にやりにくいってところだな。まあ、G さんが接近戦で足止めしてファング2とファング3が攻撃ってスタイルなら、いけそうじゃない？頑張ってみるのじゃ。陸戦用の最も基本的な炸裂した時の爆風やこいつでレオン醤油はこいつでいいんだな。こいつこいつマイク醤油。よし。わし以外はマシンガンにした。思い切った作戦に出たわね。見逃さないわよ。ロケラン暴発していたじゃないの。操作ミス。なんか変に浮き足立ってない？なんかロケランってだけでそわそわするのじゃ。ちょっと、大丈夫なの？最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。この辺はいつも通りに進行しているわね。ちょっとビーム直撃しているじゃないの。ミサイルまでもらっているわね。なんかタイミングが合わない。ロケラン関係ないじゃないの。走行削られまくりよ。ようやく懐に入ったのじゃ。ここでまとわりつきながら戦えるのじゃ。味方が周りからボコボコにしているわね。よし、荒野の陣雷を倒したぞい。でも走行が、やばいんじゃない？かなりやばいな。ショットロはファング2とファング3に任せるのじゃ。最後に一つ頼みがある。HLV から退避した兵たちのことだが、大半は核とともに赤門だ。たちに
おい、こっち向いたぞ。マーク3、もたもたしないでよ。さいな、これからが本領発揮さ。マーク2、どうしたの？らしくないわよ。ちょっと油断しただけだ。こちらファング2、目標の破壊に成功。早く落とすのじゃ。こうなるとファング2とファング3がマシンガンなのが痛手になるわね。火力が出ない。ファング2が起きた。やばいわね。リロードまで待てない。ファング3まで起きたわよ。これは本格的にやばいな。G さん焦りすぎよ。スコープ使う必要ないわよ。あわわわわわ。すんどこ走行が削られているわよ。終わった。隊長、脱出してください。レイヤー隊長。整備はこいよしこいつこいつよし形式版こいよしこいつでよしこいレイヤー注意あんたの搭乗機と装備はこれよし全員ロケラン。極端な G さんね。整備はすぐ終わるかよしやるぞい。今度こそやるぞい。またロケラン暴発しているわよ。3キロケラン火力申し分なし。いけるいけるのじゃ。聞こえてるな。これはジオンのビッシュ・ドナフィー注意。最後にお前とやり合えることを神に感謝する。行くぞ。それでは皆さん、すでに見飽きたと思いますが荒野の陣雷戦を観戦していきましょう。すでに5戦目ね。やったか。やったわね。押し走行もまだかなり余っており、次はザプトロじゃな。聞こえてるか。最後に一つ頼みがある。HLV から退避した兵たちのことだな。ファング3ともロングレンジからの攻撃じゃ。ロケランを最大限に活かすのね。わしもロングレンジで攻撃するのじゃ。ロケランの最大火力で一気に葬り去りたいわね。該当なし。強力な大型機動兵器です。各機注意して。リロードが長く感じるわね。こういう時はハンドグレネードじゃ。届いているのか分かりにくいけど。うわぁ、ファング3が落ちたのじゃ。早い、早すぎるよ。パイロットの脱出を確認。マイクは返品してます。こちらファング3。ファング2。敵モビルスーツ撃破。やるわね。やったか。ファング2が撃破したって報告あったわ。これで HLV に行けるわね。ロケラン持って一気に行くぞい。了解。オープン索敵開始。ファング2了解。
とりあえずわしは先に発射される西側に行くぞい。今度はマシンガンでなくロケランじゃからな。火力が違うのじゃ火力が。今度は下側からダメージを与えているわね。今回は放置せ。チトファング2はあっちに行けなさそうじゃから、わしの手伝いをさせたいのじゃ。どんどん遠回りになっていない？よしこれで OK じゃ。爆発した。ホワイトディンゴ、応援に来たぞ。各機 HLV の発射措置を最優先し攻撃に移れ。隊長、後続の部隊突入を開始しました。こちらオアシス、遊軍機ロケランはやっぱり強いな。さっきより良いペースで破壊できているわね。何を言っているのか聞きにくいのじゃ。まだ壊れんのか？頑丈な HLV じゃな。というかあんなに装甲剥がされた HLV で大気圏脱出とか絶対にしたくないわね。走行している間にファング2がやってきていたのじゃ。攻撃に参戦してもらいましょ。爆発しそうだぜ。爆発巻き込まれるとまたすごい距離吹っ飛ばされるわよ。後ろに逃わっしょいわっしょい。爆発するんじゃないの？情報が錯綜しているな。どっちやねん。結構時間ギリギリだったってことね。いよいよ最後の HLV じゃ。今度は落ちないように気をつけるのじゃ。めちゃくちゃ吹き飛ばされるからね。あれ実際どこまで吹き飛ばされたのかしらね。どうやらカリフォルニアベースまで吹き飛んだらしい。とんでもない距離吹き飛んだわね。それ一旦大気圏外に出てるわよ。バルカンで対空砲を破壊しておく。少しでも航空部隊が活躍できるようにするのじゃ。あら意外と細やかな気配りできているわね。クリアするために必死じゃ。今爆発エフェクト発生したわね。エンジンを破壊しないとじゃな。さあファング2も頑張るのじゃ。あんまりそっち行くとまた爆発するわよ。リロード。地道に削るしかないわね。
ファング2は下でジャンプしてたわね。あいつカリフォルニアベースまで引き飛ばされるぜ。何かトラブルのようです。航空部隊も頑張っておるな。落ちた。ファング2もぶっ壊されたみたいだ。あら参ってるのかしら。生きておった。敵基地沈黙。戦いは終わりましたけど HLV が1機上がってしまったわ。それなら大丈夫だ。1機だけなら軌道上の警戒艦隊が撃墜してくれるはずだ。それにウォンバットの情報が正しければ我々はアスタロスの打ち上げ阻止には成功しているだろう。軌道上で撃墜だ。それならこんな苦労することなかったろう。ってわけでもないな。はあ、もうクタクタだよ。レオン、本部に掛け合って俺たちを今後の掃討作戦から外すように言ってくれよ。それいいわね。隊長からも進言してくださいよ。地球連邦政府とジオン共和国との間に終戦協定が結ばれました。自分はかすかにこれから世界がどう変わっていくかは分かりませんが、いつの日かアースノイドとスペースノイドがいがみ合うことなくお互いを認め合い全人類の平和を願う日が来ると私は信じています。そんな日を夢見て今はこの戦争で死んでいった多くの魂にただ祈りを捧げましょう。やったー。終わったぞー。やったわね。ついに終わったわね。なかなかやりごたえのある内容じゃった。エンディングでエピローグ的なことが語られるので聞いてみよう。オーストラリア反攻作戦の最終局面であったヒューエンデン基地攻略と時を同じくして大陸中央部周辺に潜伏していたジオン軍が一斉に決起。大陸西部のブルームからアフリカ方面への脱出作戦を展開。連邦軍はこれの阻止に失敗した。敵司令ウォルター大佐の放送にあった月の階段とは9世紀にブルーム地方で見られた海面に月への階段のように月光が映り込むという自然現象の名であり、脱出時の集結ポイントを示す暗号だった。拠点攻略のために大陸南北両端および東部に戦力を集中し戦線が拡大しきっていた我が軍は初期に攻略した大陸中央部に戦力の空洞部分を作ってしまった。これこそがウォルターの言うところの目標達成である。我々は巧みな誘導戦術にまんまと引っかかったというわけだ。ヒューエンデンから発射された1機の HLV は残念ながら迎撃艦隊到達前に衛星軌道から再突入、直接アフリカへと降下した。おそらく中にはブルームから脱出した部隊がしばらく活動できるだけの物資が満載されていたことだろう。敬服すべきはあの絶望的状況下において彼らが故郷である宇宙への脱出ではなく地球上に潜伏し再起の時を待つことを選んだということだ。これら一連の脱出作戦成功の陰には連邦軍にとって大きな脅威であった生物兵器アスタロス運搬部隊の存在があったことを追記しておく。運搬部隊はあくまでアスタロスによる功績の独占を考え大陸内のジオン部隊とは何の関係もなく動いていたのだが、予想外の第三者の介入により我が軍は混乱し大陸内のジオン部隊にとっては好都合な陽動となったのだ。しかし我が軍にも特筆すべき功績を挙げた部隊がある。ヒューエンデン基地攻略戦において特殊部隊ホワイトディンゴが撃破した HLV の1機から残り全てのアスタロスサンプルが発見された。彼らの活躍により連邦軍いや地球にとって最大の危機は回避されたのだ。それ以外でも彼らの活躍には目を見張るべきものがあり、
正当な評価を望むものである。差し当たって彼らは長期休養を要望しているのでご検討ください。宇宙世紀 0080-1 月、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定は結ばれたが、世界各地に潜伏するジオン残党部隊との局地的な戦いはこの後も長きにわたって続けられるのだった。それでは感想戦じゃ。完全初見プレイじゃったが、これまでのガンダムゲームと違って恐ろしく硬派なストーリーじゃったな。ニュータイプだのノウハだのその手の類が全く出てこなかった。しかし内容はしっかりとガンダムというのはよくまとまっていると思うぞい。最初にプレイした時はブルーディスティニーシリーズよりも複雑になった操作性に、解約かなと思ったが、慣れてくると結構面白くなってくる。爽快感こそ薄れたがチーム連携の妙、自分が後衛となり支援する戦略の幅、こういったところが非常に楽しめたゲームじゃった。そしてストーリー展開もさりげなく分岐が仕掛けられているようで、おそらく今回のストーリーも何通りかある中の一つなんじゃろうな。どこで分岐があるのか、いろんな組み合わせとかも楽しめそうじゃ。HLV を発射させていたらまたエンディングが変わっていたのじゃろうし、第2話で列車を撃ち漏らすとザクトロの武装が変わったりしているらしい。そういった意外と分かりにくい奥深さがあるゲームじゃ。もっと評価されて売れても良いゲームじゃったと思う。ドリームキャストじゃったしな。いいハードなのに、と改めて思うぞい。それでは長らくお待たせしましたが皆さんのアンケートの結果を紹介していくぞい。皆さんアンケートの回答ありがとうございました。アンケートの結果はこのようになりました。高い支持じゃな。神ゲー側だけで 82% も言っておるの。これは神ゲー指数も期待できそうじゃな。それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は高いの70点には届かなかったわね。それでも神ゲーには違いないな。それではコメント紹介じゃ。皆さんいつもアンケートにコメントをありがとうございます。アンケートについたコメントは動画内で返していくのじゃ。それではコメントを紹介します。元ちかさんのコメントです。コロニーのうちたちで、気にはなってたのですが、購入しませんでした。今なら当たり前のキャラ描写ですが、主人公の七さん分けのリアルな絵柄が当時は違和感あって初めて見ることになるので、とても楽しみです。判断できないので、申し訳ありませんが、今回評価はつけていません。いかがだったでしょうか？全球は、数あるストーリー分岐の中の一つのストーリーだったと思いますが魅力を十分に伝えることができたでしょうか？私はかなり楽しんでプレイすることができました。匿名希望さんのコメントです。ジムをただの雑魚、ザクイカからザクは余裕。ドムとも張り合えるレベルに再評価させた、そのきっかけと言っても過言ではない名作。ガンダムガイデンシリーズの完成形と言える。ロックオン禁止プレイも面白いです。小説版もぜひ。確かにジムの評価上がりましたね。エグザムシステムなくても強い。ロックオン禁止は強者ですな。小説版も機会があれば、って色々溜まってきている現状。ちぐさアンダーソンさんのコメントです。個人的にガイデンシリーズの完成形だと思ってます。それにしても、モビルスーツのカラーリングから何から渋すぎます。ミリタリーモデルのボックスアートや戦場劇画で有名な小林元文氏をキャラデザインに起用したのは、さすがに攻めすぎかもですが。ホワイトディンゴ体のカラーリングって渋いですよね。キャラデザインは、私はこれは好きです。みんな老け顔でしたが。SS ユートさんのコメントです。仲間との連携が必要で、ブルーに比べて難易度が上がってましたね。最後にはガンダムに乗るのだろうと思っていたら、ジムスナニに乗ってびっくりでもそのジムスナニ強くて、またびっくり。ガンダムに乗りませんでしたね。乗るもんだと思っていました。ガンダムの出ないガンダムってのも良いもんです。シュリリンさんのコメントです。ドリームキャスト持ってるけど遊んだことない。同じくドリームキャストのギレンの野望ジオンの系譜でレイヤー使ったりはしてたけど。ドリキャスのジオンの系譜でレイヤー出てくるんですね。本作は名作だと思うので機会があればぜひ。ジーンさんからのコメントです。このゲームはダッシュしながら攻撃できないんですけど、実はジャンプしながらの空中ダッシュ中なら射撃可能です。なかなか使える技だと思いますよ。武器はオンラインで購入できますけど、今もできるんでしょうか？
VS 第13独立部隊もあるんですけど、別のディスクだったので無理かも？ジャンプダッシュは攻撃可能なんですね。あまり意識できていませんでした。ダッシュ中に攻撃できないのはめちゃくちゃ不便でしたけど、あと今回は特別編なのでホワイトベース隊とも戦えますし武器も全てあります。リンカさんのコメントです。このゲームのためだけにドリキャスを買ってもいいと言えるほどの神ゲーです。やり込むなら特別版を買ってください。当時まだ高額だったインターネット回線でダウンロードできたコンテンツや初版品応募でゲットできた対ホワイトベース隊とのシミュレーションが実装されています。特別編入手です。ホワイトベース隊との対戦やビームライフルなどでの2周目は、やり込み生配信枠でやっていきたいと思います。と言いつつ、最近やり込み生配信枠の時間が取れていない実情、頑張ります。あかねちゃんさんのコメントです。この作品のおかげでジムスナイパー2の強さが認識されたと思っている。確かにジムスナ強かったです。でも量産型ガンキャノンの強さを認識してしまいました。藤田清人さんのコメントです。ドリキャス持ってないので、やったことはなく、昔、紹介番組で知りましたが、今回のメリさんの動画見てると、めちゃくちゃ操作しづらい式の仕様なんですね。僕は、無理だ。続かないと思いました。ジオニックフロントが、簡単操作すぎるのもありますが。ジオニックフロントの UI は正当進化したって感じですね。こっちの UI は初期表示の不親切さ地図がデフォルトで表示されていない。カーソル位置の不便さなど細かいところで色々と不便さがあったりしました。金狐さんのコメントです。PSO で友人が廃人になるのを見届けて以来、ドリキャス購入を渋っていたのですが、コローチで購入に踏み切りましたがのたでかつセガの民としてはドリキャスオンリーのガンダムゲーとして、神ゲー以外評価の仕様がありませんわら。まあそれは置いたとしても、外伝として影響の大きすぎない絶妙なバランスは評価されていいと思います。本当にストーリーであったりとか絶妙ですよね。確かにコロニーが落ちた地であるのにあまり触れられてなかった地でもあるし、当然濃密なストーリーが展開されていると思うのですが、まさか生物兵器まで出てくるとは、色々と深いストーリーだと思います。コメントは以上になります。皆さんいつもコメントありがとうございます。ありがとうなのじゃ。今後もよろしくお願いしますのじゃ。というわけで今回はここまでです。ここまで見てくれたあなたはきっとわしのファンなのじゃ。よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるわ。チャンネル登録をしてくれると G さんは小躍りして喜ぶわよ。ずうずうしいことを言うようじゃがメンバーシップもあるので、わしのゲーム活動を支援しても良いと思う人は検討してもらえると嬉しいぞい。お願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。終わったぞい。クリアしたわね。でもこのゲームもやり込み要素たくさんありそうね。そうなのじゃ。最近やり込み要素がたまりに溜まっていて、リストアップが必要なのじゃ。視聴者さんも期待していると思うからね。期待に応えるように頑張るのじゃ。